ゆっくり解説。芸術の国ロシアが生んだ映画ベスト10。歴史的名作から隠れた一品まで。ねえ、マリサ、ロシア映画って、あまり馴染みがないけど、実はすごい名作がたくさんあるって本当？本当だぜ。レイム、ロシア映画は芸術性が高くて、歴史や人間ドラマを深く描いた作品が多いんだ。特に旧ソ連時代から続く伝統は、世界中で高く評価されているんだぜ。へえ、例えばどんな映画があるの？例えば、戦艦ポチョムキンは映画史に残る革命的作品だし、モスクワは涙を信じないなんかは人間ドラマがめちゃくちゃ心に響く名作だぜ。ますます興味が湧いてきたよ。それじゃあ、今回はロシアが生んだ歴史的な名作から隠れた一品まで、ベスト10を紹介していこう。第10位。チャパーエフ。1934年。マリサ、旧ソ連時代の名作映画って、どんな作品があるのかな？いきなりだけど、第10位を教えて。了解だぜ。第10位は、チャパーエフ。1934年に公開された作品だ。この映画は、ロシア内戦時代に活躍した実在の赤軍指揮官ワシーリー・チャパーエフを描いた伝記映画なんだ。へえ、実在の人物を描いた映画なんだね。でも、そんな昔の映画が今でも評価されてるの？そうなんだぜ。この映画はソビエト初期の代表的なプロパガンダ映画の一つとされていて、単なる宣伝映画にとどまらず、人間ドラマや戦場描写のリアリティが非常に高くて、多くの観客に強い感動を与えたんだ。具体的にはどんなストーリーなの？物語は、農民出身のチャパーエフが赤軍の指揮官となり、内戦の混乱の中で人民のために戦う姿を描いているぜ。ボリシェビキの理想を信じ、仲間と共に困難に立ち向かう彼の姿が、当時のソ連国民に大きな共感と勇気を与えたんだ。なるほどね。それにしても、1934年って映画の技術もまだ発展途上だった時代だよね。ああ、にもかかわらず、この映画は戦闘シーンのダイナミックな撮影や、キャラクターの深い描写がすごく優れていたんだ。主演のボリス・バボチキンはチャパーエフ役を熱演して、彼のイメージは今でもロシア人の心に刻まれているぜ。そんなにすごい作品なんだね。昔の映画ってちょっと硬そうなイメージあったけど、聞いてたらすごく興味湧いてきたよ。そうだろ？チャパー F は、ロシア映画の礎を築いた傑作だから、ぜひチェックしてみてほしいぜ。第9位。戦艦ポチョムキン。1925年。続いて第9位は、これを知らずして映画史は語れない、セルゲイ・エーゼンシュテイン監督の戦艦ポチョムキンだ。制作はなんと1925年。戦艦ポチョムキン ?1925 年って、さっきのよりさらに古いのね。しかも、これってサイレント映画なんでしょ？その通り、音もセリフもない時代の映画だが、その映像表現の革新性で、世界中の映画制作者に衝撃を与えた、まさにレジェンド級の一本だぜ。エーゼンシュテイン監督のモンタージュ理論っていう編集技術が炸裂してるんだ。モンタージュ理論？なんだか難しそうだけど、どんなお話なの？話は1905年のロシア第一革命の時、戦艦ポチョムキン号で起きた水兵たちの反乱が発端だ。腐った肉を配給されたことに怒った水兵たちが艦を占拠する。それにオデッサの市民たちが共感して支援するんだが、だけど、軍隊が無抵抗の市民たちを弾圧するんだ。特に有名なのが、オデッサの階段と呼ばれるシーンだぜ。階段を逃げ惑う民衆を、兵士たちが上から容赦なく撃ち、コサック騎兵が突撃してくる。乳母車が階段を転げ落ちていくカットは、一度見たら忘れられないぞ。うわぁ。サイレントなのに、すごく緊迫感が伝わってくるみたいね。そうだろ？短いカットをつなぎ合わせることで、観客の感情を揺さぶり、事件の衝撃を増幅させる。これがモンタージュの力だ。このオデッサの階段は、後に多くの映画でオマージュされるほど、映画史に残る名場面なんだぜ。まさに映像の教科書だな。第8位。戦争と平和。1967年。さあ、どんどん行くぜ。続いて第8位に登場するのは、1967年の超大作、戦争と平和だ。
戦争と平和。あのトルストイの有名な小説が映画になってるんだね。しかも1967年ってことは、ソ連時代に作られたんだ。その通りだぜ。セルゲイ・ボンダルチュクが監督主演を務めた、まさに国家の威信をかけた一大プロジェクトだったんだ。原作の壮大さを映像化するために、当時としては破格の費用と人員が投入されたと言われているぜ。国家の威信をかけて、スケールが大きそう。ああ、何しろ上映時間が7時間以上という、とんでもない長さだからな。何万人もの兵士やエキストラが動員された戦闘シーンは圧巻の一言だ。ナポレオンのロシア遠征を背景に、貴族たちの人生や人間ドラマが綿密に描かれているんだ。7時間以上。それはもう1日がかりだね。でも、そんな大規模な撮影、見てみたいかも。まさに、映画史に残るスペクタクルだぜ。そしてこの作品は、アメリカのアカデミー外国語映画賞も受賞しているんだ。世界的にもその芸術性と規模が高く評価されたってことさ。アカデミー賞も受賞してるなんて、本当にすごい作品なんだね。トルストイの原作を読むのは大変そうだけど、映画なら挑戦しやすいかな？まあ、映画もかなりのボリュームだが、映像でその世界観を体験できるのは大きいぜ。まさに、ロシアが誇る文学と映画が融合した記念碑的作品と言えるな。これが第8位だ。第7位、鶴は飛んでゆく、1957年。第8位はすごいスペクタクルだったね。次はどんな映画がランクインするんだろう？第7位は、個人的にも大好きな作品だぜ。1957年の鶴は飛んでゆくだ。鶴は飛んでゆく。すごく詩的なタイトルだね。どんなお話なの？これはミハイル・カラトーゾフ監督の作品で、第二次世界大戦中のモスクワを舞台にした、非常に感動的な人間ドラマなんだ。戦場に行った恋人を待ち続ける女性の視点から、戦争が人々の人生にもたらす悲劇が描かれている。第二次世界大戦。ロシアにとっては本当に大変な時代だったもんね。ああ、この映画は、単なる戦争の悲惨さを描くだけでなく、主人公の複雑な心理や、時代の波に翻弄される人々の姿を、非常に美しく、かつ斬新な映像表現で描き出しているんだぜ。特に、手持ちカメラや大胆なアングルを使った撮影は、当時のソ連映画としては画期的だった。映像表現が斬新なんだ。どんな風に斬新なの？例えば、登場人物の心情をカメラの動きや構図で表現したり、夢のシーンのような非現実的な映像を取り入れたりしているんだ。その映像美と、戦争に引き裂かれる人々の切ない物語が世界中で高い評価を受けて、カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したんだぜ。カンヌでパルムドール。それはすごい。映像が美しいのに、内容は切ないなんて。すごく惹かれるな。そうだろ？戦争という極限状況の中で浮き彫りになる人間の弱さや強さ、そして愛の尊さを描いた、まさに主翼の一本だ。これが第7位の、鶴は飛んでゆくだぜ。第6位、ラブレス、2017年。さて、第6位にランクインしたのは、少し時代が新しくなるぜ。2017年の作品、ラブレスだ。2017年。比較的最近の映画だね。タイトルが、ラブレス。愛がない。ってこと？なんだか意味深なタイトルだね。ああ、まさにタイトル通りの内容と言えるかもしれないぜ。アンドレイ・ズビャギンツェフ監督の作品で、離婚寸前の夫婦の息子が行方不明になる、という衝撃的なストーリーから始まるんだ。息子さんが行方不明に。それは大変だ。そうなんだ。だけど、この映画の焦点は、行方不明になった息子を探す過程以上に、息子を失った両親の関係性、そして彼らを取り巻く現代ロシア社会の冷え切った人間関係や無関心さに向けられているんだ。なんだか、すごくヘビーなテーマだね。ああ、この映画は、見ていて心地よいものではないかもしれない。だけど、家族の崩壊や、精神的なつながりが失われていく現代社会の描写を、非常に鋭く、そして美しく描き出しているんだ。ズビャギンツェフ監督の冷徹でありながら、どこか詩的な映像表現が、
このテーマに深く切り込んでいる。映像が美しいのに、描かれている内容は辛い。前に出た、鶴は飛んでゆくも少しそういう部分があったけど、さらに現代的で痛烈な感じなのかな。ああ、視点は全く違うが、人間の内面や社会の病理に迫る点では共通しているかもしれないな。ラブレスはカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞するなど、世界的にも高く評価された。現代ロシアが抱える問題や、普遍的な家族のあり方について、深く考えさせられる力強い一本だぜ。見るのに少し覚悟がいるかもしれないけど、それだけメッセージ性の強い作品なんだね。第6位、ラブレス、納得のランクインだね。そうだぜ。現代ロシア映画の傑作として、外せない一本だ。第5位、ストーカー、1979年。第6位のラブレスは心にずしんとくる作品だったね。次はどんな映画かな？お次は、映画ファンなら誰もが知っているであろう。伝説的な一本だぜ。第5位は、アンドレイ・タルコフスキー監督の最高傑作とも言われる、1979年のストーカーだ。ストーカー。あ、それも名前だけは聞いたことある。すごく有名な監督さんの作品だよね。その通りだぜ。タルコフスキーは、映像の詩人と呼ばれる、世界的に評価の高い監督だ。この、ストーカーは、彼独特の世界観が凝縮された、非常に哲学的で瞑想的な SF 映画なんだ。SF なんだ。でも、タイトルからは SF っぽくないし、哲学的って言うと、なんだか難しそう。まあ、一般的な SF とは全く違うな。舞台は、滅亡した異星文明の痕跡が残るとされる、立ち入り禁止区域、ゾーン。そこには、入ったもののどんな願いでも叶えるという部屋があるらしい。そして、ストーカーと呼ばれる案内人が、そこに巡礼に訪れる人々を導いていく。という話なんだ。ゾーン、願いが叶う部屋？なんだか不思議な設定だね。それで、そこで何が起こるの？何かが劇的に起こる。というよりは、ゾーンを進む旅そのものが描かれるんだ。危険に満ちたゾーンの道のりを、ストーカーと、彼に導かれる二人の男、作家と科学者が進んでいく中で、それぞれの内面や、人間存在そのものについての問いかけが深まっていく。そんな映画なんだぜ。アクションがあるわけじゃなくて、精神的な旅路みたいな感じなのかな？まさにそんな感じだぜ。遅いテンポ、長いショット、そして圧倒的に雰囲気のある映像が、見る者をゾーンの世界に引きずり込む。タルコフスキーの映像美学と、人間の本質に迫る深いテーマが融合した、唯一無二の体験ができる作品だ。簡単に理解できるものではないかもしれないが、見終わった後に心に深く残るものがある。これが第5位のストーカーだ。なるほど。一筋縄ではいかない。でもそれだけ奥深い作品なんだね。タルコフスキーの名前は知ってたけど、どんな映画なのかは漠然としてたから、ちょっと興味出てきたな。第4位、アンドレイ・ルブリョフ、1966年。さて、ベスト10もいよいよ佳境だぜ。第4位に登場するのは、またしてもあの監督の作品だぜ。1966年のアンドレイ・ルブリョフだ。またタルコフスキー監督の。さっきのストーカーもそうだったよね。すごい監督さんなんだね。ああ、その通りだぜ。ストーカーに続いて、タルコフスキー監督の作品がランクインだ。こっちは舞台がガラッと変わって、15世紀のロシア、実在した有名なイコン画家、アンドレイ・ルブリョフの波乱に満ちた生涯を描いた、壮大な歴史ドラマなんだ。イコン画家のお話なんだ。絵を描くこととか、芸術についてなのかな？それとも、その画家さんの人生のお話？その両方、そしてもっと深いところを描いているんだぜ。戦乱や飢饉、略奪が横行する激動の時代を生きるルブリョフを通して、信仰とは何か、人間性とは何か、そして芸術が生まれる苦悩と喜びが、圧倒的な映像美で描かれているんだ。15世紀のロシア。想像しただけでも大変な時代だったんだろうね。そんな中で、絵を描くことや信じることを描き出すんだ。ああ、
これも上映時間が非常に長い、まさに超大作だ。そして、タルコフスキー独特の、時間を引き伸ばすような長いショットや、象徴的なイメージが満載だ。特に、モノクロで描かれる時代背景と、最後にルブリョフのイコンがカラーで映し出される対比は、見る者に強烈な印象を与えるぜ。モノクロとカラーの対比、それは印象に残りそうだね。なんだか、ストーカーとは全然違う雰囲気の映画みたいだね。ああ、テーマも時代も違うが、人間の精神世界や哲学的な問いかけを深く掘り下げる点は共通している。この作品は、完成後、ソ連当局の検閲を受けて、公開までかなり時間がかかったり、一部編集を強いられたりと、制作過程でも困難を極めたんだ。それだけ、当時の体制にとって都合の悪い、あるいは刺激的な内容が含まれていたと言える。検閲まで受けたんだ。それだけ力のある作品だったんだね。タルコフスキー監督のこだわりと、描きたかったものがすごく詰まっているんだろうな。まさにその通りだぜ。タルコフスキーの作家性が最も発揮された作品の一つであり、ロシア映画史において不朽の傑作とされている。簡単に見られる映画ではないかもしれないが、一度見れば、そのスケールと深さに圧倒されること間違いなしだぜ。これが第4位、アンドレイ・ルブリョフだ。第3位、惑星ソラリス、1972年。さあ、いよいよベスト3だね。何が来るんだろう。ワクワクするなぁ。ふふふ、ワクワクさせてやるぜ。第3位にランクインしたのは、またしてもこの監督だ。1972年の惑星ソラリスだ。またタルコフスキー監督。これで3作目だよ。本当にロシア映画界の巨匠なんだね。そうだぜ。ストーカー、アンドレイ・ルブリョフに続いての登場だ。そしてこの惑星ソラリスも、彼の代表作の一つとされている。今度は舞台が宇宙だ。宇宙。タルコフスキー監督の SF なんだ。でも、さっきのストーカーも SF って言ってたけど、ちょっと変わってたし。どんなお話なの？これは、スタニスワ・フレムの有名な SF 小説を映画化したものだ。謎めいた惑星ソラリスの海に浮かぶ宇宙ステーションを舞台に、主人公の心理学者クリスが、自身の過去や記憶が具現化した存在と向き合うことになる。という、非常に内省的で哲学的な SF なんだ。過去や記憶が具現化。どういうこと？惑星ソラリスの海には、人間の心を読み取って、その記憶の中の人物や場所を実体化させる不思議な能力があるらしいんだ。主人公は、かつて亡くした妻の姿をした存在と出会い、困惑し、苦悩していくことになる。うわぁ。それ、精神的にものすごくきつい状況じゃない。SF だけど、テーマは人間の心とか記憶、そして向き合うこと。なんだね。まさにそうだぜ。宇宙という広大な舞台で、人間の内面世界を深く探求していく。スタンリー・キューブリックの2001年宇宙の旅と比較されることも多いが、あっちがハード SF なら、ソラリスはまさに魂の SF とでも言うべき作品だ。魂の SF、タルコフスキー監督らしい表現かも。ああ、彼独特の、静筆で美しい映像、そして見る者に思考を促す演出が、この作品でも健在だ。答えを明確に示さないから、見る者それぞれが自分自身の解釈を見つけ出す必要がある。簡単に理解できる映画ではないが、一度その世界観に入り込めば、忘れられない体験になるだろうぜ。これが第3位、惑星ソラリスだ。なるほど。SF なのに、こんなにも内面的な物語なんだね。タルコフスキー監督の作品は、どれも見るのにエネルギーがいりそうだけど、それだけ深い感動がありそうだな。第2位、不思議惑星金。さあ、1986年。さて、ついに来たぜ。ベスト10の第2位だ。ここまで、タルコフスキー監督の深遠な作品が続いたが、ここでガラッと雰囲気が変わるぜ。第2位は、ソ連カルト SF コメディの金字塔。1986年の不思議惑星金座座だ。カルト SF コメディ。急に方向転換したね。しかもタイトルが、金座座って、
なんか呪文みたいで怪しい。怪しいだろ？この映画は、本当に怪しくてシュールで、一度見たら忘れられないインパクトがあるんだぜ。モスクワの広場で、見知らぬ男にワープ装置を見せてもらった二人の男が、ひょんなことから金座座星雲の砂漠の惑星プリュクにワープしちゃう。って話なんだ。いきなり宇宙に飛ばされちゃうの？大変だ。ところが、その惑星の文明がこれがまた、とてつもなく奇妙なんだ。マッチ棒が通貨代わりだったり、空と急しか言葉が通じなかったり、身分の低い者は常にしゃがんで、と言わなきゃいけなかったり。もう、わけがわからないルールと、おかしな宇宙人ばかりなんだ。マッチ棒がお金。しゃがんで何それ？想像するだけでシュールすぎるんですけど。だろ？この映画は、当時のソ連社会に対する痛烈な風刺が込められていると言われているんだ。不条理なビューロクラシー、官僚主義とか、身分制度とか、無意味な権威とかを、SF コメディという形で思いっきり皮肉っている。だけど、そんな難しいことを考えなくても、純粋にその奇妙な世界観と、主人公たちが必死にサバイバルしようとする姿が面白いんだ。なるほどね。シリアスな SF かと思ったら、まさかのコメディなんだ。しかも風刺が効いてるなんて、ソ連映画の懐の深さを感じるね。ああ、低予算ながら、独特の美術デザインとキャラクター造形が素晴らしくて、ソ連崩壊後もカルト的な人気を誇っているんだぜ。見る人を選ぶかもしれないが、ハマる人にはとことんハマる、強烈な個性を持った一本だ。タルコフスキー作品とは全く違うアプローチで、ロシア、ソ連映画の多様性を示していると言えるだろうな。これが第2位の不思議惑星金座座だ。うわぁ、気になる。マッチ棒と空と球の世界。どんなんだろう。これはぜひ見てみたいかも。第1位、モスクワは涙を信じない。1979年。ドキドキするね。いよいよ第1位。ロシア映画の最高峰は一体なんだろう。みんなが一番気になっているところだろう。第1位は、ソ連時代に制作され、世界中を感動の渦に巻き込んだ不朽の名作、1979年のモスクワは涙を信じないだ。モスクワは涙を信じない。なんか、タイトルからしてドラマチックだね。ソ連時代の映画なんだ。どんなお話なの？これはね、1950年代後半のモスクワを舞台に、地方から出てきた3人の若い女性たちが、それぞれの夢や希望を抱きながら、恋愛や仕事、結婚、そして人生の困難に立ち向かっていく姿を、20年以上にわたって丁寧に描いた物語なんだ。地方から出てきた女性たちの、人生の物語なんだね。なんか、私たちの身近にもいそうな、等身大の女性たちの話みたいだね。ああ、まさにそうなんだ。華やかな成功や劇的な展開ばかりじゃなく、人生のほろ苦さや、思い通りにならない現実も描かれている。だけど、それでも前向きに、強く生きていこうとする彼女たちの姿が、見る者の心を強く打つんだ。タイトルにある、モスクワは涙を信じないっていうのは、どういう意味なのかな？これはね、モスクワのような大都会では、涙を見せても誰も同情してくれない。自分の力で生き抜かなければならない。という意味が込められているんだ。この映画は、当時のソ連社会、特に女性たちが直面していた問題や、社会の変化も背景に描きながら、普遍的な人間の生き様、特に女性の自立や強さを描いているんだぜ。なるほど。ソ連時代の社会背景もあるけど、女性が強く生きていくっていうテーマは、いつの時代も、どこの国でも共通するのかもしれないね。その通りだぜ。この映画は、派手さはないかもしれないが、登場人物たちの感情や人生が、すごくリアルで、見ているうちにどんどん感情移入しちゃうんだ。喜びも悲しみも、成功も挫折も、全部ひっくるめて人生なんだって教えてくれる。なんだかすごく心温まる感じがしてきた。そしてなんといってもこの映画は、1980年にハリウッドのオスカー、つまりアカデミー賞で外国語映画賞を受賞したんだ。ソ連映画がアカデミー賞を受賞するというのは、
当時としては本当に画期的なことだったんだぜ。アカデミー賞受賞したの。それはすごい。世界が認めた名作なんだね。ああ、政治的な壁を越えて、この映画が描く普遍的な人間ドラマが、世界中の人々の共感を呼んだんだ。ロシア映画、いや、世界の映画史に残る傑作として、文句なしの第一位と言えるだろうぜ。聞いてるだけで感動しちゃった。私も絶対見てみたい。地方から大都会に出てきて、強く生きていく女性たちの物語。きっと心に響くだろうな。というわけで、第1位は、モスクワは涙を信じないでした。これでベスト10はすべて紹介し終えたぜ。ロシア映画を振り返って、こうして振り返ってみると、ロシア映画ってすごく多彩で、しかもどの作品も深いテーマを持っているんだね。ああ、ロシア映画は人間の内面を掘り下げたり、歴史や社会を鋭く描いたりするのが得意なんだぜ。芸術性もめちゃくちゃ高いし、世界中に影響を与えた作品ばかりだったな。SF から恋愛ドラマ、歴史大作まで、どれも見応えありそうだった。その通りだぜ。もし興味を持った作品があったら、ぜひ一度じっくり味わってみてくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。